ティーブ的視点のベスト牛丼賞をもう決めておきたいなと思って。全部美味しいよ。全部美味しい。ベストジャパニーズ牛丼は、おはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。新宿、西新宿ですね。りょうちゃんとニーナちゃんと今日3人で動くんですけど、今日の企画は非常に面白い企画だなと思うんで、昔から牛丼大好き。俺はもう牛丼本当に好きなんですよね。スティーブは昔からすき家派ということで、まあ吉野家もある、松屋もある。ただ昔からずっとすき家なんだけれども、松屋、吉野家、すき家、この3つの牛丼の味を比較してみたい。同じ並サイズの牛丼を買ってそれぞれ食べてみて、スティーブ的視点のベスト牛丼賞をもう決めておきたいなと思う。ニノさんはそういえば何派？吉野家派、すき家派。お、これは面白い。いい感じに分かる。今日それがね変わるのかどうかということはね食べてからということで、味だけじゃないんだよ。値段、どれが一番コストパフォーマンスがいいのかっていうことまで考えていきたいなと思うので、行ってみましょう。じゃあ今新宿のセンタービルの下の方にいるんだけど、吉野家があるので、まず先に牛丼の並サイズで一つ買ってきますね。ちょっと待って。牛丼の並、はい。吉野家買ってきたんで、次は松屋からだよね。行こう。外にカウンターがないんだけど、中からねもう買ってきますので、りょうちゃん待ってて、どこにも行かないでね。混んでるね。買ってきましたよ。混むね、牛丼屋はね、お昼にめっちゃ混むんだよね。まだ食べてないんだけど、食べる前に言えることは吉野家の方が早いね。これはちょっと時間かかってしまうんだけど、まあ持ち帰り用のそういう専用のコーナーがあるのはね正解だよね。でも買ってきましたので、同じ380円。はい、最後はすき家。買ってきましたよ。こっちもね店内じゃなくてまだ持ち帰り用の専用のカウンターもあった。今の時点で言えることは、350円。すき家が一番安いね。ただ30円なんだけど、考えると380円のものの30円の違いは約1割なんだよね。大きいんだよね、それだけを考えると30円の違い。ゆっくり3つとも食べ比べっていうことですね。当庁の前で食べ比べっていうことですね。早速じゃあそれぞれ開けてみようか。で見た目とかからもうあるんでね。これは吉野家の牛丼です。全部並ですよ。380円でこの感じです。はい、次買ってきたのはりょうちゃん、松屋。おお、玉ねぎが少なそう。これは玉ねぎが多いね。比べると吉野家の方がでも肉がちょっと多くない？そうですね。気持ちよく見えるんだよね。最後にスティーブの昔から大好きなすき家の牛丼。まだ熱々だよ、買ったばかだから。これは350円。肉たっぷりだね。玉ねぎと肉のバランスはいい感じじゃないの。やっぱりお店によっては違う。380円の2つと350円の1つ、大体値段が一緒ということで、すぐに試してみたいと思います。このスタイルで、外でこのスタイル。じゃあ吉野家からいきましょう。で、りょうちゃんとニノさんにも食べてもらいますね。今から本格的に2019年スティーブ的視点ベスト牛丼チャレンジはよーいスタート。吉野家からですよ。吉野家からいきます。牛丼、あれ、じゃあ牛をたくさん入れて、あれ食べづらい。ご飯も欲しい。これで大きな一口でいきますよ。吉野家からスタートですね。いただきます。この時点で言えることは、アメリカの吉野家より美味しいよな。それはやっぱり日本でね、食べるのが一番の正解だよね。それはね。なんで美味しいよ。これ美味しい牛丼。美味しい。でも最初だから、じゃあ次はどう違うかっていうことだよね。はい、吉野家。
お松屋なんか肉が多いって感じ。吉野家より最初の印象はね。ほらほら肉がこんなに。じゃあ行きまーす。ちょっと違うよね、味が。同じ牛丼なのに量が多いね。こっちは重さからいくとどうなんだろうね。一口を食べてまず言えるのは、まだ松屋の方が肉がいっぱい残ってるように見えるよね。量が全体的にちょっと多く見えるかな。サイズからいくとほら同じ380円で松屋がご飯が多いかな。肉もちょっと多いって感じです。じゃあすき家でいきますよ。はい、すき家の牛丼いきます。はい、どうぞ。その味だね。思い出しました。これだよね。美味しいね、相変わらず。本当に美味しいよ、すき家の牛丼。全部美味しいよ、全部美味しい。まだどちらかってもう少し食べてみないと分かんないんだけど、あと次はりょうちゃんとニノさんの番だよ。どうですか、最初の印象は。いつもながらの僕のいつもながら定番の味、吉野家派だったって言ってたよね。じゃあおい松屋さん行きます。はい、まあご飯も言葉がない。美味しいですよ。いつも素直に。いつも素直ですよ。わかりましたよ。素直でいきましょう。はい。じゃあさら行きますね。さっきのよりちょっと気合が入ってた。美味しい美味しい。3回のもう頭の中で僕これで順位が出ましたよ。じゃありょうちゃんが次だね。りょうちゃんはい、どうだった？吉野家は肉が厚くてちゃんとしてる。なるほど。松屋はですね、ちょっと甘い感じが、なんか甘さってなんかちょっと甘い感じだよね、他と比べると。すき家はすごいバランスがいい。ほらなんか言わなくてもなんかりょうちゃんのナンバーワンがなんか今なんとなく分かったような気がする。じゃあ俺は最後に一口ずつで食べてから決めたいと思います。ジャパンナンバーワン牛丼スティーブ的視点で牛丼チャレンジのベストを今からですね、最後のテイスティングでございます。吉野家からいきます。牛丼って感じだよね。牛丼です。松屋、まだまだ余るいっぱい残ってる松屋。肉が長いけどたっぷりいっぱい入ってる松屋。はい、ます。確かにそのちょっと甘いところが少しあるよね。最後に大好きなすき家。難しいよこれは。難しい。俺はもっと簡単だなと思ってたんだよね。俺今まで自分の中ですき家しかないと、もう牛丼といえばすき家だなっていうのはもう今までの決まり事だったんだよね。でも今食べ比べて食べたらちょっと違うかな、どうかな、変わるのかな、ちょっと考える時間が欲しいですよ。これしかオッケー。スティーブが言う前にじゃありょうちゃんから行こうか。りょうちゃん3、2、1っていう感じで。はい、ナンバー3はりょうちゃん的には3は松屋です。松屋ですか。ナンバー3。ナンバー2は2がすき家。すき家で、ナンバー1は吉野家です。おお、変わったっていうことだよね。変わりましたね。松屋派から吉野家派にどっちかといえば松屋が下がったんだよね。そうですね。じゃあニノ先生、はい、どうですか。
はいナンバー3、はい松屋さん。ナンバー3は松屋。松屋さん。おお。ナンバー2はイルさんの大好きなすき家ですね。ナンバーということは僕のナンバー1は変わらずに変わらずに吉野家派のニノがそのままそのまんまのです吉野家そのまま派としてはい、すごいな。これが僕の順位です。なるほど、はいということは今一緒だったっけ？一緒です一緒なんです一緒。まさかのりょうちゃんが変わったん困っちゃうんだよねこれで。さあ困るんだよね。スティーブはどうするかということだよね。スティーブのトップ3は3、2、1でという順番でいきますよ。ニノちゃんとりょうちゃんに申し訳ないんですが、ナンバー3は吉野家ですね。美味しくないわけじゃないよ。美味しいと思うんだけど、量が少ない、肉がすぐなくなったというのもあって、これはスティーブのナンバー3になりました。じゃあ次はすき家と松屋しか残らないんだよね。量の多いのは松屋ですね。でも昔からスティーブは大好きなのはのすき家がある。どっちになるのかな？変わったのかな？やっぱり2位は松屋。スティーブは変わらず昔からすき家派のままですよ。すき家ですね。ぶれてないですよ。スティーブはやっぱりすき家がナンバーワンだね。変わらない。味がいい、バランスがいい、もう大好き。ご飯も美味しい。すき家ですね。2019年、はいスティーブ的視点牛丼チャレンジのベストジャパニーズ牛丼は、はすき家になりました。まあ今回の3人の意見が分かれたんだけど、楽しいよね、こういうのはね。楽しいよね。面白かったです。楽しかった。とりあえずまた、皆さんはどう思いますか？すき家派ですか？吉野家派、松屋派、完全に分かれてると思います。それはよく理解できます。みんな人それぞれなんで、あくまでもこれスティーブ2の量の意見なのでご了承くださいということですね。ということで2019年のチャンピオンはすき家でーす。おめでとうございます。2020年は1年分の食券くださいよ。ジョーク、アメリカンジョークでいつも前向きにポジティブにサムズアップ的にね、やっていきたいと、思いますので、皆さん同じ気持ちで、前向きにやっていきましょうということでサムズアップですね。では次回のスティーブ的の食レポまでサムズアップね。